その光を広げるだけ。今は3月だから中学生や高校生が卒業してる時期だね。私は学校が嫌いだったの。特に中学校。でも大人になって先生になってそしてお母さんになってからいろんなことに気づいて、中学生頃の自分に言いたいことがあるの。言っても過去は変わらないけど、このビデオで伝えたら誰かの将来のためになるかなって届けたいと思う。高校に入ったらほっといてくれたけど、中学生の頃は結構いじめられたの。毎日ブスや死ねって言われたり、物を投げられたりされて、あと男のクラスメイトに告白されて、嬉しかったら嘘に決まってる、ブスに好きになるわけないって言われてて、友達がいなかったわけじゃないけど、友達もいじめられるかなって怖かっただろうから、私をかばってくれる人はいなかった。いじめられるのは当たり前だと思ってた。まあ確かにブスだし皆の目障りだから嫌われてしょうがないって本当に思った。で、誰にも言わなかったの。成績がひどくなって落第しちゃうよって先生に言われた時も言わなかったし、なんでこうなったのって両親に怒られた時も言わなかった。いじめのことは一言も言わなかった。そのストレスで13歳の時に胃腸に潰瘍が出て爆発した。死にかけて緊急手術したら助かったけど、13歳でそこまでストレスがあったの。中学生や高校生にとって学校が全てだと感じる。合格できなかったり拒絶されたり振られたりされると世界の終わりだと感じるの。毎日見てる世界はここしかないからそう感じちゃう。でも学校は全てじゃないの。大人になっても仕事も全てじゃないの。世界はとっても広い。学校にいる人数を世界人口と比べるととっても少ない。だから今学校が嫌いだとしても仲間がいなくても乗り越えたらいつかきっと自分の居場所を見つけて大切な仲間を作るの。絶対に。痛い。私大学に入ったら毎日楽しかったの。いい友達ができて勉強も面白くなって1年間も高校辞めたけどちゃんと戻って卒業して大学に入れたことがすごく良かったと思う。いつかいいことがあると信じて、今将来の自分のために今の自分を大事にしたら幸せが待てると思う。今噛まれた。すごく痛い私はそれを信じることができたからここにたどり着いたの。シオンI love you。 親や先生はそれが分かってるから勉強しなさいとか言ってると思う。痛いシオンやめて。今は嫌でも将来の幸せのためにやるしかないから。でも大人がちゃんと気持ちを分かってくれない時もある。親や先生のプレッシャーで余計に苦労してるかもしれないし、それは大人の世界が広がったから学校が全てって気持ちの重さを忘れてると思う。それに大人は学校の
後悔しかないから、子供に同じ目に合わないでほしいから、やり方が間違ってるかもしれないけど、勉強は自分のためだよって言われたら多分そういうことだと思う。息子が大きくなったら分かり合えない時もあるかもしれないけど、とにかく覚えておきたいことは、子供と大人の世界の間にいる中学生や高校生はみんな悩んでる、みんな迷ってる。失敗してもいい時期、いっぱい失敗したらいい。でも失敗しながら自分に優しくしてあげるのは一番大事だと思う。そのこと私はできなかった。そのこと息子に教えてあげたい。しおん、お母さんになって息子見て、息子が生きてるだけで私は幸せなの。この子は何しても私はずっと愛してる。息子への愛情が無限なのに、自分を愛することができなかった。最近まで自分に優しくしてあげることはできなかった。今は中学生の自分のことを思い出したら、その子がすごくかわいそうだと思う。普通にかわい子なんじゃない？子供だもん。子供はモデルさんじゃなくてもいいでしょ。メイクや服が変だってもいいんじゃないのって。息子がいつか自分のことを嫌いだとか、自分いない方がいいとか、そのことを思ってるって私がしたらすごく悲しい。だって私こんなに愛してるもん。この子の存在は奇跡で私の全てなの。息子と私の DNA が半分一緒だから、自分のことを嫌いだったら息子の半分を見捨てることみたいだと思う。だから昔の自分に謝りたい。頑張っていたの、その子が。その自分が辛い気持ちにも辛い潰瘍の痛みにも耐えて乗り越えたおかげで私は今幸せなの。かっこいいよって言ってあげたい。ありがとうって言いたい。将来の幸せな日々、周りに大切な仲間がいる場所、それは夢じゃない、あるの。そこに行けるように今を乗り越える。苦しんでる人を見たら声かけてみたら、そのほんの少しの優しさで人を助けることができる。中学生の時、私に優しくしてくれた人のことを今でもよく覚えてる。だから例えば、友達が誰かをいじめてる場合、やめてっていう勇気を出せなくても、昼休み終わるからみんな早く外行こうとか、それだけで誰かの希望になる。一人じゃない、会ったことないけど私は応援してる。私が中学生に教えていた4年間でいろいろあって辛いこともあった。でも生徒みんなのおかげでその辛かった日にもいいことがあったって言える。生徒一人一人の光があったから一切暗くはなかった。だからきっと気づいてなくてもあなたも誰かにとって大切な存在。あなたの周りに
暗闇しかないって思ってても、あなたにも小さくても光があって、それは誰かにちゃんと見えてる。で、周りがもっと明るくなるように、自分と他の人に優しくすることで、その光を広げるだけ。にゃー。